はい、はいって言いましたね。肺の働きの続きです。肺っていうのはとっても大事なのでね、あの先ほど大腸も大事ですよって言いましたね。で、漢方では肺大腸って言って陰陽でセットになってるんですね。ですから肺を元気にするということは大腸も元気にするということで、大腸を元気にすると肺も元気になると、こういう感じになりますね。ですから、この大腸の話もちょっとさせてくださいね。実際に大腸の話もするんですけれども、大腸の話をさせてくださいよ。こういうことになりますね。肺の働きを良くするために、実はですね、こういうこともあるんですね。このキュービーさん見てね、これ蝶々に羽が生えてますよね。キュービーさんってこれ飛ばなきゃいけないので羽が生えてるんですけどもね、ここのところよく見てね、この位置ってね、とっても大事な肺を元気にする位置なんですよ。ですから鼻が悪い、呼吸が悪い、肺が具合悪い、それから腸が具合悪い時に、ここ先ほど言いましたね、温めるというのはね、とっても皆さん間違いなく素晴らしい健康法なの。ほとんどの方がそうですよね。それからこれもご説明終わってると思うんですけども、感覚器官ですよね。調整するのに頭と首の体操っていうのがあるんですけどね、首のとこもとっても大事。キューピーさんね、これ首なんでしょうかね。キューピーさん首がないんですね。面白いことに。でもこう首ということにしますとね、この首のところ3番4番申し上げたと思うんですけども、それからここの2番3番4番は肩甲骨の間ぐらいになりますね。ここを温めるっていうのが肺の肺大腸を元気にする素晴らしい方法なんですね。ですからこうやって今寒い時期なんですけど、寒い時期も私はここを覆うような襟も立つような、パジャマの類ですね、着て休んでます。それで、寒い時にはですね、フードまでかぶって、うちの家内うるさいですからね、私が寝ててフードをかぶってないとね、かぶしてくれますね、寝てるうちに。といってここのところを全部覆うっていうのがとっても大事な健康法になるんですね。ご存知でしょうね、私の健康法の中にさらに言うと本でタッチするという健康法があります。この時も例えば私がですね、皆さんに私の今手元にある本を3つ並べましたけれども、こんな感じなんですよ。この本こうやって置きましてね、例えばキューピーさんにですね、キューピーさんを通して世界中の人たちの健康にするのに、北海道で温めようじゃないかとこれは自分が決めるんです。これ北海道で温めるかヒーターで温めるか、あるいは着衣たくさん着て温めるか、自分が決めるんですね。で北海道、これ別に私はこれ広告をしてるわけじゃないので、たまたま目の前にあったのを使ってるんですね。しかもこれ去年の北海道ですね。去年の北海道で北海道をつけるといいんですね。これも面白いんですけれども、例えば今私もたもたしましたね。キュービーさんに北海道をつけるのに世界中の人たちの心身の健康のためにね、これ靴用です。靴用。これどれがいいかな。キュービーさん大きさがありますね。頭でっかちで、私より大きな頭してますけどね、ここだってでっかいですよね。でここはちっちゃいんですけどね、キュービーさんにどんな北海道を温めた方がいいかっていうのをね、こんな具合にして聞いてるんですよ。考えてるんじゃないの。キューピーさんはね、お体が小さいからこれがいいかな、あれがいいかなって考えてんじゃない。あるいは靴のを使ったらどうかなって考えてるんじゃなくてね、じゃじゃーん、私はダウザーなんですね。40、もう本当のこと言うと45年も前にね、テルブリ・ウォリアムというね、イギリスの私に言わせりゃ大先生からダウジング振り子を習ったんですね。皆さんにも教えてます。皆さんにもいつも教えてます。いいですか。こちら来てダウジングを習いたい人はね、こんな感じなんですよ。1時間1万円なんです。5人で来ても10人で来ても1時間1万円です。1
きても1時間1万円でお教えしてますね。簡単なことなんですよ。ただこのダーゼン語のやり方はテリー大先生、テリー・ウィリアムから私が習いましたけれども、日本でやってる人はまず見たことないということですね。ですからキューピーさんにね、世界中の人たちを心身を健康にするためにキューピーさんの肺を元気にする、どれがいいかなっていうとね、見てくださいよ。これね、シュッてやるとね、こうしてこれがいいと出る。いいですね。シュッてやるとこれがいいと出る。でこれ普通用でもいいんじゃないかなって言ってね、普通用の方へこうやって行ってもねダメ。普通用の方行ってんですよ。ダメ。これがいいというと言ってわかるんですね。ですからキューピーさん針はしないんですけど、イヤホンお休みになるとき、ここにこれ全部いっちゃいますね。今日ケースの4番、それからこれ全部いきますね。ところがキューピーさんじゃなくて、例えばですね、別の人にどれを貼ったらいいか頼まれましたらね、また私は考えないんですね。どっか行きましたかね、ポケットいつもこうやってるんですね。これチャートというのがある。チャートで例えばその方のこのキューピーさん、その方だとしますね。この方調律点をはっきりさせてるんでね、体書いてあるの、体の位置がね、例えば頭蓋骨の呼吸とかね、頸椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎ってこう書いてありますね。それから消化器、呼吸器、泌尿器、生殖器、内分泌全部書いてある。でここのところこうやって振るんですね。そうするとね、その人にいいところを教えてくれる。今出たのはね、泌尿器っていうところなんですね。で泌尿器っていうとまた2つやり方があるんですけど、これ大きさも聞けばいい。キューピーさんじゃなくてその人のね大きさをね、これがいいかこれがいいかこれがいいかってこう聞きますので、これがいいと出る。いいですね。こっちへ行っても振り子はここへ来てこれがいい。ここへ来ると振り子は安定して振れますが、こっちだと振れないんです。元へ戻ってくる。でこれがいいと、こういうことですね。それでこれをですね、泌尿器、今度は泌尿器って言いましたけど、この前と後ろとありますよね。まあでもこれも振り子に聞けばいいんですよね。こんな感じになりますかね。どんな聞き方もできるんですけどね、例えば前にしましょうかねって言うとね、嫌だって言ってる後ろにしましょうよって言ってる。だからこう後ろにくっつけるわけですね。で大体こう一晩中つけてられるんで、ここのところ仙骨の後ろにつければいいと、こういうことですね。それから気をつけなきゃいけないのは、ね、お休みになってる時につけますと低温やけどを起こすのでね、かなり気をつけて、この熱いものを着ていただいて、その上からつけると、こんな感じになるんですね。はい。でこれも時間どのくらい時間つけたらいいのっていうのを時間もすぐこれ出てくるんですね。例えば1時間でいきますね。時間でいきますとね、4時間ってこう出ますね。といって私はこういうことをさ振り子を使ってやってるんですね。さらにいきますよ。ケイシーが肺を元気にするのに、これ風邪ひかないっていう変なものですね。炭素鋼っていうんです。私は昔ね、高周波熱連っていう会社でですね、もう昔ですね、5、60年も前、焼き入れの仕事をしてたんで、鋼のことをよく知ってるんです。でこれ炭素鋼ですね、55C と聞いてますね。ものすごく炭素の量が多い炭素鋼ですね、鋼。この話してるとまた夜が来るのでね、しないんですけど、私これいつもポケットに入れてます。これをポケットに入れてますとね、鼠径部っていうんですね。鼠径部、ここですね。もう一言言うと、ね、股関節っていうのはここなんですね。ここは股関節ではなくて大腿骨の骨頭です。関節はここ、あるいはうるさく言うとここがで関節触れるんですけども、なかなかここで触るの難しいので、大きな骨がありますからね、ここで私は股関節触ってるんですね。で股関節のところを元気にするのもそうですけども、ここにつけると良くなりますねということですね。これも何分かつけるということをとてもよくするんですけども、はいはい、今の
短足を実はここにつけるといいんです。どこにつけても構わないんですよ。構わないんだけど、一番効くのがね、この鼠径部ということ。はい、説明しましたね。鼠径部じゃなくて正確に言うと股関節なんです。はい、ここにつけると当然股関節が緩やかになって体も元気になりますね。これ私、このポケットここ入れましたね。ここ入れましたね。これ。ほら、鼠径部。で、これをいつも鼠径部に当ててると風邪ひかないというんで、私のところへ風邪ひいた患者さんがいっぱい来ます。また電車に乗ると風邪ひいた患者さんじゃないですね。方とよくこうね、くっついたりっていうか押されてね一緒になったりしますけれども、これいつも持ってるとケイシーが風邪ひかないっていうんですね。だから私は風邪ひかない人間、もううん十年風邪ひかない。で、表出るときはこれ、キーホルダーですね。賑やかですね。私、うちをいっぱい持ってんで、うちの鍵だけで大変なんですけれど、事務所の鍵もありますね。はい、そこに、ほら、短足をちゃんと持ってるんですよ。それで、ベルトで、どちら側でもいいんですけど、ベルトにするとちょうど鼠径部に当たる。鼠径部に短足がつくのでね、それで私は風邪ひかないと、こういうことですね。ね、風邪ひかない人間なんですね。それでもう一つあって、例えばキューピーさんが風邪ひかないようにしたいときに、これもお話ししましたよね。どの本で例えば鼻椎あるいはこのね前頭骨お話ししてますね。タッチしたらいいかというのを聞くのに、これまた振り子使うんですね。下から振ってくるとこういうことですね。そうしますと、ほらこれが出る。こっちへ来てここへ行かない。こうやって行きたくたって振り子さんね、すぐこっちへ来ちゃう。こっちもこう来てる。これね、タッチに使える素晴らしい本ですよ。でもキューピーさんはこれがいいので、これをここにつける。鼻椎の先端、あるいはここにつけるっていうかタッチするという健康法もあるんですね。で、肺を元気にすることができる。肺だけじゃないんですけどね。はい、また次ですね。今日は忙しいですね。はい、ありがとうございます。